皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢のニュースを取り上げておきます。一方においてウクライナ情勢についての情報をお伝えし続けているというのは、戦争が日常化する国際秩序の崩壊と安全保障環境の悪化を皆さんに肌感覚で分かってもらうためです。そしてこのことを前提として合わせて取り上げておきたいのが、自民党総裁選の結果として高市早苗氏が勝利しました。海外がどのように高市氏勝利を伝えているのか、安全保障と絡めて解説を行っておこうと思います。それではまず冒頭に取り上げるニュースは、連日実施されているウクライナ軍によるロシア本土への攻撃、ロシアの戦略資源に対する打撃を加え、ロシアの戦争遂行能力を減少させることが目的です。こちらは住民が撮影した映像。モスクワタイムズの記事より、ウクライナはレニングラード地方のキリシ石油精製所を1ヶ月で2度目の攻撃を行った。同製油所はスルグトネフテガスが所有し、生成能力は年間最大2000万トン。ロシア第2位の規模を誇る。現地の知事はキリシへの攻撃を確認し、工業地帯で火災が発生したと報告した。知事は夜間に同州上空でウクライナ軍のドローン7機が撃墜されたと主張した。住民はまた、キリシ上空で発生した一連の爆発についてもインターネットに投稿している。キリシはオムスク製油所とリャザン製油所と並んでロシア最大の製油所の一つであり、ロシア連邦全体の石油生成量の約 6% を占めている。同社は石油生成、ガソリン、軽油、燃料油、その他の石油製品を専門としており、約80種類の製品を生産し、サンクトペテルブルグ、レニングラード、ノブゴロド、プスコフの各州に供給している。ロシア国防省の報告によると、防空部隊と電子戦部隊は、ウクライナの固定翼無人機117機を一夜にして、11の地域と黒海上空で撃墜したと発表した。キリシへの前回の攻撃は9月14日の夜に発生。知事は、無人航空機4機が撃墜されたと主張しましたが、破片が製油所の敷地内に落下し、火災が発生しました。ロイター通信によると、この攻撃により、炉やその他の設備を含む施設が損傷し、製油所は石油生成を部分的に停止せざるを得なくなりました。この製油所は3月にも攻撃を受けています。連日のようにこの話題を取り上げているのは、一つ一つの施設は決してここだけを攻撃すればロシア全体が燃料不足に陥るからではありません。それぞれの施設における供給能力というものには限りがあります。大きなところでもシェアとしては 5%、6% といったようなところで、決して一つの施設でシェア 100% を持っているような施設は存在しません。ですから、シェア 1%、2%、3%、4% みたいな施設を10箇所、15箇所といった具合にして方々に対して攻撃を行い続け、それによってロシア全体の石油生成能力を減少させることが非常に重要なわけです。そしてこの話題をするときに必ずのように言われることがあります。ある地域における石油生成所に対する攻撃を行った後、その地域におけるガソリンの不足といった問題が発生します。例えば、現地において最寄りの石油生成所がないクリミア半島などにおいては、あっという間に供給不足が発生します。そのため、クリミア半島において燃料不足からガソリンスタンドにものすごい燃料を求める人たちが並んでいますよという話をします。するとこの私の発言に対して、いやいやモスクワにおいては誰もガソリン不足なんて感じていない、お前は嘘つきだみたいな話をする人が必ずのように現れます。ロシアにおける燃料不足というものは地域によって状況が異なります。このことを理解するためにはちょっと日本の例を話す必要があるでしょう。例えば私が四国のあるダムにおいて雨が降らないので水不足が発生していると話します。ところが私の説明を無視して関東のある地方のダムにおいては水がたくさんある、お前は嘘つきだみたいなコメントをする人が現れます。私からしてみれば四国のダムの話をしているのに関東のある地域におけるダムに水があるんだからお前の言っていることは嘘だという話をされても噛み合っていないなと思うのですが、批判する人はやってやったぜみたいな形で勢いよくコメントしてくるわけです。ウクライナ情勢についても同様のことで、燃料不足が発生している地域がクリミア半島やウクライナ南部、ロシア軍が占領しているウクライナの地方、さらには極東のハバロフスクなど、ある一定の地域において燃料不足が発生しています。ロシアの中央政府は、軍や大都市圏に対する供給などについては、かなり気を使っており、一方において切り捨てられるような地方が存在していることにより、
格差が如実に現れているわけです。このように従来通り生活できる人々と困っている人にしっかりと分かれている状態において、ロシア政府がこの地域においては問題なく皆が過ごせるようにしようと思っている地域、まさにその部分を取り上げて、私たちの地域ではガソリンがある、お前が言っている話は嘘だと書き込むような話というのは、ちょっと理解力が足りないなと思ってしまいます。さて、この話の続きなのですが、じゃあウクライナ軍によるロシアに対する攻撃が行われて、ロシアの石油生成能力やもしくは輸出能力が減少すれば、私たちの生活にも直接跳ね返ってくるではないかと批判的な言葉を投げかける人もいます。しかし、世界市場全体で見た場合において、徐々にロシアのシェアが縮小しているといったことについては注目すべきでしょう。そして、他の供給している国などにおいては、このチャンスをシェア拡大の好機と捉えている面があります。ロイター通信の記事より、OPEC プラス11月も増産へ、サウジ・ロシア間に相違。石油輸出国機構 OPEC とロシアなど非加盟産油国で構成するOPEC プラスの有志8カ国は5日に開催するオンライン会合で11月に減産幅を縮小し、供給を増やすことを決める可能性が高いと関係者が明らかにした。関係者2人によると、ロシアは原油価格の下落を抑制しようと、11月から有志8カ国の合計で日量13万7000バレルの増産を主張。生産拡大能力にゆとりがあるサウジは、市場シェア拡大のため、ロシアによる提案の2から4倍に相当する合計で、日量27万4000万から54万8000バレルの増産を望んでいるという。OPEC プラスは原油価格の値下がりを求めるトランプ大統領の圧力もあり、今年4月に価格維持のための減産戦略を転換した。OPEC プラスはピーク時には日量585万バレルの減産を実施、日量220万バレルの自主減産、有志8カ国による165万バレル減産、グループ全体による200万バレル減産の3つで構成していた。有志国はこのうち220万バレルの自主減産を9月末までに完全に解除。10月からは日量13万7000バレルの増産に踏み切り、160万バレル分の減産幅縮小を始めている。ロシアの場合だと規制がかかっており、ヨーロッパを中心として従来の販売先に売れなくなっている事情があります。ですから、売れなくなった分を他の国に振り向けたいわけですが、しかしそうは言っても、バイデン政権下に決まったアメリカ自身の制裁やもしくは EU からの制裁圧力といったものも加わることによってロシアは幅広く世界中に売り込むといったことがなかなかできないでいます。その分もともと産油国である国々においてはロシアが世界市場から後退するのであれば自分たちがこの機会にどんどんといろいろなことを商売のコネクションを拡大し自分たちの市場占有率を高めようという狙いがあります。そしてこの話題というのは何も石油だけの話にとどまりません。従来ロシアが海外へと売り込んでいた天然資源などについても同様にしてなかなか決済手段が機能しないことからそれだったら他の国から調達すればいいやという動きは幅広く広がっています。ロシアにしてみると中国やインドそういった制裁がかかっていても気にしないような国に対して売れればいいかといえばそういったわけでもありません。なんだかんだ言って世界市場というものは中国単体よりも大きなものであり幅広く売れた方が良いに決まっているわけです。ウクライナ軍によるロシアに対する戦略資源に対する攻撃が継続的に行われたとしてもそれを見て天然資源を世界へと売り込もうとしている国々においてはロシアが後退した分を自分の売り込むチャンスだと考えて補っていく傾向が見られる。このことは私たちの生活においても結局のところ回り回って悪影響を減少させてくれることになります。一方、ウクライナがロシアの戦略資源に対する攻撃を連続的に行っているのと同様にしてロシアはロシアでウクライナの民間人を狙い続けるといった攻撃を繰り返し行っています。ロシアはウクライナのインフラを攻撃した。スームイ州では列車の乗客数十人が負傷し、2つの地域で停電が発生した。駅という場所は多くの人々が集まるものです。2022年の本格的な侵攻以来、ロシア軍は積極的に人が集まる場所に対する攻撃を行ってきました。ショッピングセンターや公共施設なども狙われましたし、劇場に多くの人々が避難していた時には民間人しかいないような状態においてもミサイルを撃ち込んで多くの人々を一挙に殺害するといったことも行いました。ただそのような攻撃を連続的に行うことによって国際社会は戦争犯罪に対する感覚が麻痺し今では報じられないようになってしまいました。ロシアとしてはそのような攻撃を繰り返すことによって
ウクライナの国民の戦う意思を少しでもくじこうとしています。また、そのような民間人の死傷者が増え続けることによって、抵抗するウクライナに対してむしろ批判的な言動をする人たちも現れます。ウクライナが抵抗しているから、ロシア軍による民間人殺害が止まらないのだ。ウクライナが降伏すれば、それによって、このような民間人殺害も止まるのだという、ちょっと恐ろしいような言動を平気でするような人も現れてしまうわけです。戦争の現実が人間の倫理観を狂わしてしまう現象が発生するわけなので、このあたり私たちはいかにして空想的な平和主義ではなく現実に即した外交や安全保障政策について考えておかなければならないわけです。さて、こちらは Yahoo のニューストピックの1ページです。ロシアメディア極右日本会議メンバー入国禁止対象の高市氏の新総裁選出を速報。また、ヤフコメランキング国際のカテゴリーにおいては同様にして高市新総裁について海外の反応などもちょっと取り上げていきます。例えば、毎日新聞では中国メディアが自民高市新総裁選出を速報、SNS では極右の声もという具合にして応じていますし、また韓国における報道としてもテレビ朝日系 ANN が女子安倍で有名、極右の高市氏が当選、日韓関係悪化に懸念、韓国メディアという記事なども流れています。日本国内においては海外の国の反応といったものを一つの基準として、あの国が反対しているんだからそんなような反対される人物が日本の総理大臣やもしくは日本の政治家としてはふさわしくないというような批判をされる方がおられます。しかし、まず重要なのは日本の政治家として重要なのかどうかがまず第一優先されるべきであり、他の国がどう見るか、その評価によって日本の政治家としてふさわしくないかどうかを判定するような話では全くないと私は思っています。特に安全保障政策として憲法改正やそれに伴う自衛隊を自衛軍に切り替える、もしくは国防軍の名称改正といったものを考えた場合において、これを極右と表現すること自体が私はおかしな話だと思います。というのも、周辺国においてそもそも軍隊がある国がほとんどであり、じゃあ軍隊があることそのものを極右政権もしくは軍事政権だというような表現をするかといえばそういったわけではないでしょう。しかし日本に対してだけはそのような基準を当てはめて軍に変更することが軍国主義者による復活だというようなレッテル貼りというような、これは不当な批判だと私は思います。そのような基準で言えば私もまた極右の一人でしょう。憲法改正を行って軍として整備し、軍法を制定、対スパイ法を制定し、諜報機関を作り、日本の防諜能力を高める。このような話をほんの数十秒しただけで、お前はなんて極右の危険人物だみたいな感じで海外から見られるというのであれば、私はそのような感覚そのものが現代の感覚からはずれていると思います。現実にロシアによるウクライナ侵攻が行われており、軍事力を平気で使い戦争犯罪を繰り返している。しかもそれが大して報道もされないような現実が今日常化しているわけです。自分の国を守るために必要な法律や組織を整備するといった考え方は何も極右だからというような表現がされるようなものではありません。それは国民の安心安全な環境を維持するために必要な措置であり、決して何か偏った考え方ではないでしょう。というわけで今回はウクライナ情勢関連のニュースとともに、自民党総裁選で高市新総裁が生まれたことに対する海外の反応についても一言コメントをつけました。皆様、今回のニュースの話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。